不滅のあなたへのお話をしてるのが聞こえてね。つい遊びに。それはちょうど人の心の中にある疑いや恐れに似ている。アニメが大好きなひよことカエルがいました。彼らはアニメの話をしながらレディットの海外の反応を眺めるのも好きでした。ここは哲学者たちがふらりと遊びにやってくる不思議な教室。さて、今日はどんな哲学者との出会いが待っているのでしょうか。この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。今回は不滅のあなたへシーズン3だよ。現代編、とうとう終わっちゃったね。現代編が一番面白かったよ。ユッキが大好きだった。ユウキ本当にいい子だったし、器の大きな子だったね。観察者の話もびっくりしたな。サトルがフシを思い出して泣いてるところで一緒に泣いてしまったよ。僕も泣きながら見てたから食べてたビスケットがボロボロになってしまったんだ。泣く時も食べ物離さないんだね。皆さん、とても楽しそうですね。誰？わあ、めちゃくちゃ眩しい。ああ、ごめん。スイッチを切っておこうね。パチン。電源あったのか。まあ、仏様だ。ナムー。騒がずとも届く声もある。こんにちは。私はブッダ。今日は仏教哲学の祖としてやってきたよ。すごく神々しい。まさか仏様に会えるなんて思わなかったよ。不滅のあなたへのお話をしてるのが聞こえてね。つい遊びに来てしまったよ。仏様は不滅のあなたへが好きなんだね。今日はね、不死の選んだ生き方が仏教哲学としてどんな意味を持つのかを一緒に見ていこう。君たちはこのお話を見て何を思った？観察者が人間になる瞬間、不死を思い出してまさか泣くなんて思わなかったからびっくりしたよ。観察者だった者が完全に人間の悟るになる瞬間、涙を流していたね。彼は初めて無常を知ったのだね。無常って何？この世のすべては常に変化し続ける。変わらないものなどないということだよ。一つもないの？あるとすれば真理のみだね。真理って何？教えだよ。いつ、誰が、どこで見ても感じても変わらない本当の教え。黒いのは真理の世界にいたのに、わざわざ無常の世界にやってきて泣いたってこと？そうだね。人間を美しいと感じ、人間になりたいと思ったのだね。黒いのは何でもできたし何も辛いこともないのに、わざわざ辛い思いをしたかったってこと？もったいないよね。何でもできたのに。力が大きいことと満たされることは別なんだよ。そうなの？権力があり、お金もたくさんあり、物質的に満たされていても心が満たされるとは限らないのだよ。そうだね。僕お金も権力もないけど毎日楽しいし、お腹満腹で満たされてるやん。せっかく仏様のありがたいお話聞いてるのに、もちもちが何か言うと一気に低俗になるな。ははは、毎日楽しくて満腹は一番幸せだね。観察者は人間の心を美しいと感じ、人間になりたいと思った。人間になる瞬間、観察者として初めて人を慈しむ心を知った。不死とのこれまでの出来事を思い出し涙していた。不死を心から大切に思っていたと最後の瞬間知ったのだよ。不死は黒いのが編み出したから息子のような気持ちだったのかな。そうだね。観察者は初めてで最後の感情だったろうね。それでもとても満足した様子だったね。何でも想像できる全能の観察者。そんな存在が全てを手放してでも得たい感情。それが慈しみなのだよ。私は慈悲と呼ぶけれど、慈悲とはとても尊いものなのだ。慈悲？漢字で言うと慈しむ心と悲しむ心。慈しみはあなたに幸せでいてほしいという心。悲はあなたの苦しみを取り除きたいという心。相手を思いやりいたわる見返りを求めない無償の愛だね。不死は黒いのみたいに全能になるんじゃなくて、人のそばにいる方を選んだでしょ。それも慈悲なの？その通り。彼は苦しみ抜いた後、観察者の地位を選ばず、慈悲の心で人に寄り添うことを選んだ。不死は全てを支配することより、人々を救いたい、寄り添いたいと思ったのだね。慈悲はただ甘やかすことじゃない。相手がちゃんと生きられるように手助けすることなんだよ。
仏様、じゃあね、ノッカーって何なの？僕もずっと不思議だった。ノッカーって何なの？いい疑問だね。そこはこの作品のすごく深いところだと思う。最初のノッカーって人間の魂を解放するって言って人を殺してたよね。そうだね。少なくとも人間から見ればノッカーは命を奪う恐ろしい敵だった。実際ずっと不死の敵として描かれてきたね。じゃあやっぱ悪いやつだ。そう簡単にも言い切れなくなったのが現世編なんだ。勇気だ。そうだね。勇気の存在でノッカーが共存できるかもしれない相手として見え始めた。でもノッカーは微生物のように小さくなり、体の乗っ取りだけでなく人の心の隙間にも入り込むようになった。怖いよ。外から来る敵であると同時に人の内側の問題にも触れてくる。それはちょうど人の心の中にある疑いや恐れに似ているね。中に入り込まれるのは嫌だな。でも勇気は体の中にノッカーがいて取り除ける手段があってもそのままにしていたよね。すごいよ勇気は。勇気は消すことより分かり合うことを選んだね。私は勇気に上不教菩薩の影を見る。上不教。上不教菩薩、こう書くよ。誰に会ってもどんな相手にもあなたは必ず仏になれると言い続けたんだよ。石を投げられても罵られてもそれでも礼拝し続けた。なんで石投げられてもそんなことできるの？相手の中に必ず光があると信じていたからだよ。まあその上不教菩薩は過去世の私なのだけどね。そうなんだ。勇気も同じだったと思う。ノッカーを恐れず憎まずその中に何かを見ようとしていた。だから取り除かなかったんだ。そうだね。未知と結婚して幸せに生きたこともただの話の流れじゃない。ノッカーだったものと人間が共に生きた。それは勇気が信じ続けたことの答えだったんだと思う。勇気、すごかったんだね。そうだね。そして勇気のお葬式がただ悲しいだけで終わらないのは彼が残した道があるからだ。上不教菩薩も生きている間は笑われ続けた。でもその礼拝は消えなかった。死んでもやったことが残るんだ。そうだ。一人の気づきや実践が後から来る人の灯火になるのだ。じゃあ不死の仲間たちはどんな存在なんだろう？自由の菩薩のように見えるね。自由の菩薩？自由の菩薩だよ。こう書くのだ。字の通り大地から湧き出るように現れる菩薩たちのことだよ。遠い世界の観客じゃない。この苦しい世界の足元から現れて人々を支える者たちなんだ。地面からニョキって出るの？絵にするとちょっと面白いけれど意味は深い。遠くから助けに来るのではなくこの世界の真っ只中で人を支える存在ということなんだ。それって不死の仲間たちみたいだね。まさにそう読める。マーチもグーグーも隣もボンも何世にもわたって不死と共にあり、ただ守られるだけじゃなく何度も不死を支えこの世界を支える側に立っていた。仲間たちもただの仲間じゃなかったんだ。彼らはクオンからの深い縁を持って不死と共に世界のために人々のために尽くしてきた者たちだ。そしてあの最終回ではもう一度この世界を支えるために不死のもとに集った姿にも見えたのだ。うちのおばあちゃんはいつも観音経を読んでるよ。困った時に観音様が助けてくれるって。素晴らしいおばあ様だね。観音菩薩は慈悲の菩薩だ。菩薩はたくさんいるからね。それぞれ役割が違う。自由の菩薩はこの世で仏法を実践し人々を救う存在。観音菩薩は人々の苦しみの声を聞き即座に救いの手を差し伸べる慈悲深い菩薩なのだよ。なるほど、役割があるのか。もちもちにおばあちゃんがいたことにびっくりだよ。僕は近所のお地蔵様にいつも手を合わせているよ。それは感心だね。地蔵菩薩もまたこの世界で救いの手を差し伸べる慈悲の菩薩だ。観音菩薩も地蔵菩薩もとても力のある菩薩なのだよ。不死の仲間たちもそれぞれがそういった菩薩のように異なる形で不死と人々に寄り添っていたね。なるほど。ところでね、ノッカーって結局何だったの？私はこう見る。ノッカーは苦しみを消したいという思いが人の生きる意味をまだ理解しきれないまま動いてしまった存在だ。救おうとしてたけど間違っていたってこと？そうだね。
何事もちょうどいい真ん中が大事なんだ。正にしがみつく極端もある。逆に、もう全部なくしてしまえという極端もある。ノッカーは後者の方向へ傾きすぎていたのかもしれない。でもフシはどちらにもならなかった。そうだね。フシは観察者のような全能の立場でもなく、ノッカーのような全てを壊す極端でもなく、傷つきながらも人のそばにいることを選んだこの真ん中の生き方を中道と呼ぶ。苦しい時に苦しいって感じてしまう僕はまだまだダメだな。いいや、全く逆だよ。苦しみは苦しみとしてちゃんと感じていいのだ。むしろ苦しみを感じないようにするのはただ目をそらしているだけになってしまう。じゃあ苦しいだけだよ。どうしたらいいの？執着しないことだ。苦しみをしっかり認識した上でそこにしがみつかない。ノッカーは苦しみを完全になくそうとした。でもフシは違った。フシは何度も苦しんだ。泣き、怒り、絶望した。でもその苦しみをなかったことにはしなかった。その苦しみを抱えたまま、それでも人を慈しもうとし続けた。僕、苦しいと感じちゃダメだと思ってたよ。違ったんだ。ちゃんと感じられる心があるからこそ、人は美しいのだよ。観察者がこの世界を、人間を美しいと思ったのも、きっとそういうことだったのだろう。フシはきっとそのうち仏様になれるね。いいな。誰でも仏になれるのだよ。どんな人でも。種はすでにみんな持っている。僕でも？もちろん、種はすでに心にある。その種から花を咲かせられたとき、カエルくんも仏だ。僕も仏になりたい。なれるとも。正しい道を行きなさい。そうすれば必ず仏になれるよ。正しい道って看板出てる？僕いつも道に迷うから間違った道に行きそうで心配だな。ははは、大丈夫だよ。まず正しく見ること、そして正しく考えること。正しい言葉を使い、正しい行いをし、正しく暮らし、正しい努力をし、正しく思い、正しく心を整える。これを仏教では八正道と呼ぶ。八正道を実践すれば、道に迷うことはない。正しいって言葉がいっぱい出てきた。後でメールしてよ。覚えられないや。まずは一番最初の、正しく見る。ここから始めるといいよ。正しく見るは、意外と難しいことなのだ。僕はいつも何かを見てるけど、確かに、正しく見ているかは意識してなかったな。毎回それを意識するだけで物の見方が変わってくるだろう。そしたら次の正しく考えることができるようになっていく。急ぐことはない。ゆっくりでいいのだよ。でもね、どうやって正しいと正しくないを判断するの？正しく見てるつもりで見てないかもしれない。素晴らしい問いだね。その疑問を持てること自体が、すでに正しく見ようとしている証拠なのだよ。疑問を持つのが素晴らしいことなの？そうだよ。人はどうしても色眼鏡をかけて世界を見てしまうからね。こうであってほしいという願いや、これは嫌だという感情という色眼鏡を。色眼鏡？正しく見るとは、その色眼鏡を外して、そのままを見ることなんだ。さっきの話と同じだよ。苦しいと感じる自分はダメだ、とジャッジするのではなく、ああ、今自分は苦しいんだな、と、ただ事実として受け止める。そのままを見るのか。でもさ、そのままを見てるかどうかどうやったらわかるの？いい質問だね。実はね、正しく見られているときは、心が少しずつ軽くなっていくのだよ。逆に色眼鏡で見ているときは、なぜか心が苦しくなっていくものなんだ。心の感情がナビゲーターなの？近いけどちょっと違うよ。感情にナビゲートされてはいけない。羅針盤として、その感情をただ見るのだ。私は今心が軽いな。私は今苦しんでいるのだな。とね。感情に振り回されてはいけないよ。心をありのままにただ見るのだ。そして大事なのは、最初から完璧に正しく見られる人間はいないということ。私も、フシも、長い時間をかけて少しずつ学んでいったのだよ。フシも最初は、ノッカーを絶対悪という色眼鏡で見ていた。でも勇気を通して、ノッカーをありのままに見ようとし始めた。完璧じゃなくてもいいんだ。ちょっとほっとしたよ。ほっとする。その感覚が大切なのだよ。正しく見ようとするとき、心は穏やかになっていく。フシはまさにそれを順番に行っていた実践者だ。その結果、
フシは慈しみの心を手に入れた。しかし彼はまだ途中だ。これからもっといろんな経験をしていくのだろうね。4期の未来編のアニメが楽しみだよ。仏様がアニメを楽しみにしてることに驚くよ。まだ未来編がアニメ化されるかは発表されていないんだよね。アニメ化されるといいよね。それでは未来編がアニメになったらまた遊びに来るとしよう。そろそろ国空へ帰る時間だ。今日はとても楽しかったよ。もう行っちゃうの？もっと聞きたいな。では、最後に一つだけ。変わりゆく世界で、苦しくても辛くても、そう感じている自分の心を、どうか大切にしてほしい。そしてそれに執着せず、正しい道を行くのだよ。正しく見ることが正しく考えることの入り口であり、そこから広がっていくからね。不死の旅がそうであったように、君たちの旅も私はずっと見守っているよ。柔らかく生きるのだよ。ではまた会おう。わあ、静かに帰るのに余韻がすごい。最後も光ってた。眩しかったね。いいお話を聞いたね。すごく楽しかったよ。さすが仏様だね。ところでさ、マーチって結婚できなかったんだね。そうみたいだね。でもそれをフシと笑い合ってるのがよかったね。さて、次は海外の反応だよ。早く見たい。黒いフードのやつ側の視点が見れたのめっちゃ興味深かった。あいつ神みたいな存在だったのに人間になりたがってて、最後にはちゃんとその願いを叶えたんだよな。黒いやつの話って実は他の作品でも割とよくあるタイプなんだよな。不死だったり全能だったりするキャラが強すぎるし永遠すぎて飽きて、最後はただの人間として死にたいって思うやつ。ただ今回レアなのは、その全能キャラが世界そのものを作った神だったってとこ。この話実質60話かけて書かれてきた感じだけど、かなりうまくまとまってたと思う。大きな違いは、あの子がずっとめちゃくちゃ達観してて無関心そうに見えてたことだと思う。こういうタイプって普通はすごく優しくて思いやりある感じで描かれがちだし、でも最後の回想録を見ると、あんなに突き放して見えたのにちゃんと気にかけてはいたんだよね。観察者が記憶を失っていくとき、マジで心えぐられた。あいつ自分の意志で記憶を消して人間として生きる道を選んだんだと思う。不死のこと考えてる最中に記憶なくしてた時さ、あれって不死のこと忘れていくのが辛くて泣きそうになってたってことなのかな。この作品全体を通して流れてるテーマ、ほんと好きだわ。生きることの大切さとか、人生にどんな意味を与えるかって結局一人一人違うんだよなって。要するにこの世界を作った神は人間になって人間として死にたかったってことだよね。だからその後釜として不死を作ったって理解で合ってるならだけど、とはいえそれでもノッカーが何なのかとか誰が作ったのかはまだよくわからないのよね。別の神とか？正直黒いやつって結局退屈してただけなんじゃないかって前から思ってた。神で何でもできる立場になったら逆に存在する目的みたいなのを感じられなくなるんだよな。あそこでフシが力を引き継がなかったのは正解だったと思う。あいつもうほぼ世界そのものを動かせるくらいの存在だし、黒いやつの力まで背負ったら何でもできるけど空っぽで虚しいって同じ場所に行き着くだけだった気がする。最後はフシの昔の仲間たちみんながもう一つの巡りを選んだように見えた。いやこのシリーズ終わるときマジで号泣する気しかしない。ゼロから育ってきたフシをずっと見てきたせいでもう感情移入えぐい。物語としてはあそこでかなり綺麗に締めてた感じもするな。最後マッチだけ年取ってて他のみんな若いままだったけど、あれってフシが家族みたいな仲間たちを死ぬたびにまた戻してたってこと？それともマッチだけ老けるの早いの？私の理解だと不死って会ったことある相手なら自分が知ってる年齢の姿で戻せるんだよね。多分今の力なら死ななくてもそれできるレベルっぽいし、それはそれでありがたいけど、マーチとか他の何人かは若いままで居続けるのをあえて選ばなかっただけなんだと思う。それかみんな普通に老衰で死んで全員が旅立つのを待ってからもう一回やり直すことにしたのかも。
多分みんなカイと同じ結論にたどり着いたんだと思う。で、死んだらまたフシに戻してくれって頼むようになった。そうすれば自分でもう十分だって思えた時に自分の意志で終わりを決められるから。自分はあのラストシーン、フシと他のフシの仲間たちがあの世へ進んでいったって受け取ったな。みんなマーチが最後になるまで待ってて、フシは悟る黒いやつが残したあの時を置いていった。それから暗がりに入っていって、あのいかにも霊的って感じの世界が出てきたみたいな。自分もそれに賛成。あの時点で彼が死んで、黒いやつという存在が楽園って呼ばれてる場所へ移って、その後あの人形の中に入ったって考えるとかなりしっくりくる。今回は久遠実情の仏ではなく、あくまでも仏教哲学の祖として人間としてこの世に誕生したブッダの生涯をご紹介します。ブッダ、本名ゴータマ・シッタールタは紀元前5世紀頃、現在のネパールとインドの国境付近にあるルンビニでシャカ族の王子として生まれました。贅沢な暮らしの中、ある時お城の外で老い、病、そして死という人間が避けられない現実を目の当たりにします。これがシモン・シュツユーと呼ばれる転機です。彼は29歳で家族や地位を捨て真理を求める旅に出ました。当初は肉体を追い込む厳しい苦行を重ねますが、それでは心に平安は訪れないと考え、贅沢も苦行も避ける中道というバランスの取れた道の大切さに気づきます。そして35歳の時、菩提寺の下で瞑想を行い、ついに悟りを開きました。ブッダの思想で特徴的なのは、この世のすべては移り変わり、固定された自分などは存在しないという諸教無常や無我の教えです。よくある誤解として、仏教を死後の救済だけを目的とする宗教と考えがちですが、本来の教えは今ここにある苦悩の原因を冷静に見つめ、そこから自由になるための極めて実践的な知恵でした。80歳で亡くなるその瞬間まで、人々に自らを灯火とし、法を灯火として歩みなさいと説き続けました。不滅のあなたへの物語とも深く重なり合う、命の変化や別れの苦しみという普遍的なテーマに一つの答えを示した。とても人間らしく慈愛に満ちた人だったのです。食べ過ぎて苦しい。仏様が苦しみを大切に感じなさいって言ってたね。そうか、僕はこの苦しみを噛み締めるんだ。いや、薬飲んで苦しみの執着から離れてよ。ところでさ、今日の桜はまだ満開じゃなかったね。いいんだよ、この桜は、これはこれでありのままで美しいのだ。そうだね、ありのままを見るのだ。なんか二人とも悟ったみたいな言い方だね。だって僕たち、そのうち仏になるんだもんね。仏になるんだ。はいはい、安らかに成仏してください。じゃあ、今回はここまで。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうだよ。また次回の動画で会おうね。バイバイ。